こんにちは。私は現在、とある山奥へ来ております。現在向かっているのはとある駅。ここはその駅前の道となります。恐ろしいほどの秘境駅。どこへ向かっているのか想像しながら、ぜひ動画をお楽しみください。それでは本編スタートです。こんにちは。私は現在、香川県は高松駅へ来ております。本日はここからとある秘境駅を目指します。JR 四国の路線図はこのような感じ。10時52分発、多度津行きの列車へ乗車します。10分以上前ですが、列車はすでにホームで待っておりました。秘境駅を目指す旅のスタートです。平日の昼間ということもあり、車内はこのようにガラガラ。前の車両で景色を楽しみます。JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は多度津行きの普通列車です。この列車には切符を発集める係員が乗務していません。切符は正しくお買い求めの上ご乗車ください。高松の近くはこのように建物も多いですが、これからどのように変わっていくのか楽しみです。途中の木梨駅では、桃太郎電鉄のオブジェが飾られておりました。終点の多度津駅へ到着です。ここで乗り換えを行います。多度津駅では乗り換え時間は4分しかありませんが、同じホームに列車が止まっているので安心です。またしても先頭車両に乗ろうと思います。阿波池田行きの列車へ乗車しました。先ほどと比べると自然もだいぶ増えてまいりました。目的地の秘境駅がどんどん近づいてまいりました。この辺りともなると周りはだいぶ山がちとなっております。くねくねした曲がり道も多くなっております。というわけで目的地の駅が見えてまいりました。ここはスイッチバック駅ともなっているので、まずはホームを通り過ぎます。
スイッチバックを終え、次は後ろ向きへ出発します。というわけで、日本屈指の秘境駅、坪尻駅へ到着です。車内の人に見送られながら列車を後にします。今回はこの坪尻駅の魅力を余すことなくお伝えしたいと思います。まずはじめに紹介するのは、駅のホーム奥にあるこちら、喫煙コーナーとなります。喫煙者の方には嬉しい場所かもしれません。では早速、駅の外へ出てみたいと思います。ここ坪尻駅は日本屈指の秘境駅。徳島県に位置しており、開業は1950年。その20年後の1970年以降は50年以上ずっと無人駅となっております。以前はこちらのトイレも使えたそうですが、現在では使用禁止となっております。周りを見渡しても山しかありません。時刻表はこのような感じになっております。上下線合わせて1日6本しか電車が通りません。日本各地を何周も旅している私ですら、訪問は2回目。それほどまでに到着が困難な駅となります。坪尻駅の前には道路なんてものはありません。車やバイクなどで来るのは不可能です。今回はここから国道のある地点まで徒歩で向かってみたいと思います。私は特殊な訓練を受けているので大丈夫ですが、良い子は真似しないようにお願いします。ここをまっすぐ行ったところにサムネイルの場所はあります。しばらくの登山旅にお付き合いください。
マムシ注意の看板も見かけます。ここの道がいわゆる駅前と呼ばれる場所になります。一歩入っただけでこのありさまとなっております。ここから無事に山をくぐり抜けて道路へ到着できるのか不安です。辺り一面森とはなっておりますが、それっぽい道らしきものはあるので、それを伝って歩いていきます。地面の様子が変わってきていることに気づきましたでしょうか。この辺りは崖にもなっているエリアで、道は細く危険です。この辺りは特に道が細くなっております。道かどうかもわからないような荒れた道が出てきました。この辺もどんどん進んでいきます。この辺りなんかは今にも崩れそうなだいぶ恐ろしいエリアです。
道らしき道が見えてまいりました。またしてもマムシ注意の看板を発見。一見行き止まりとなっておりますが、ここも頑張って乗り越えます。さて、ついに道路のようなものが見えてまいりました。というわけで、国道32号へ到着。新井ノ原トンネルというトンネルの近くとなっております。そしてこのように坪尻駅への看板もありました。というわけで、山道の散策を終え、坪尻駅へ戻ってまいりました。最後に駅の様子をもう少しだけ紹介したいと思います。こちらにもマムシ注意の看板。こちらはアメリカはオレゴン州の方が植えた記念の木となります。こちらにも看板がありますが、ここの道は埋まっているようにも見えます。勇気のある方はぜひチャレンジしてみてください。駅の中も少しだけ紹介します。坪尻駅にももちろん駅ノートがありました。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録の上、過去動画なども見ていただけると大変嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。